豊田幸三と言います。アイリッシュフルート、ティンホイッスル、他にも、ボタンアコーディオンとか主にアイルランドの音楽を演奏することを、仕事にしています。最初はですね、アイルランドの音楽の前に、アメリカの古い音楽が好きでよく聴いていたんですね。僕その大学は東京芸術大学というところの学理科というところに行ってるんですけれど、そもそも多分その、入る前浪人中僕二浪してるんですけれど、その時に結構ケルトっていう言葉が結構ブームになってて、で当時エンヤとかが流行っていたりとか、リバーダンスが来日したりとか、あと高校生の時にタイタニックですね、映画ね、ああいうものが流行ったりとかで、さらに無印良品でこう店内で BGM がかかったりとか、そういうちょっとそういう要素がこう入ってきてた時期だったと思うんですよね。でそれに加えてこの地元ですね、津田沼駅の近くに、今なくなっちゃったんですけど、こうパルコがあって、その中にあった CD 屋さんにこう視聴できるコーナーがあって、でそこでアイルランドのスライゴー出身のバンドでダービッシュっていうバンドがあって、その CD をライブインパルマっていう CD を視聴したっていうのが初めてこうアイリッシュミュージックだっていう認識を持って能動的に聞いた瞬間だったんですけれど、それで結構衝撃を受けて結構夢中になって聴き始めるんですけど、でもそこから3年4年ぐらいはもうただ聴くだけっていう感じでした。で大学4年生ぐらいの時に、大学4年生ですね、夏ですね、24歳になるかと思うんですけれど、大学院入試の勉強にこう結構飽きてきて、現実逃避でティンホイッスルを弾き始めて、ちゃんと人に習って弾き始めてとかっていうことをやって、そっから12月の半ばから4月の半ばまで人生で一番暇な3ヶ月っていうのが突然現れたんですよね。その時に気が狂ったようにティンホイッスルを吹いてて、っていう感じです。だから大学院入ってからもずっとそうですね、アイリッシュミュージックを狂ったように演奏してましたっていう、そういう感じですね。アイルランドの音楽を全然知らない日本人が初めて聞いてなんか懐かしさを感じるっていう人は多いのは確かだと思います。それがなぜかっていう部分なんですけれど、例えば音階に関して5音音階を使ったりとか、その音階が似通ってる部分があるのも確かだと思います。全部が丸々かぶってるわけじゃなくて、日本独自の音階もあるしアイルランド独自の音階もあるので、ただこういうふうにこう重なる部分があって、でそれはでも実はフォークミュージック、大衆の音楽に関してはみんな似たような音階、5音階を中心に発展してると思うんですよね。でその中にクラシックミュージックみたいな7音をかなり高度に発展させてっていう音楽がバーンってこうやって出てきて、それがなんかこうあたかも世界の音楽の中心みたいななんか感じになってしまったので、分断されてこう遠くでこう2つがなんで親和性があるんだろうみたいな感じになっちゃってるんですけど、実際にはみんなつながってるんであって、クラシック音楽とかそういうこう何かにこう突出した何かに特化した面を発展させて、ちょっと異様な発展をした音楽の方が異端というか特殊なのかなっていうふうに、本来はなんかみんなこう何かしら共通点があるのがつながってるんじゃないかなというふうに思ってます。日本にアイルランドの伝統音楽を、最初にこうやり始めた人たち、日本でやり始めた人たちっていうのは、僕より10か15か
下手したら20かそれぐらい年上の人たちで、僕の世代は決してそのパイオニアとかでは全然ないんですけれど、2011年か10年か2010年だったと思うんですが、インターカリジェイト・ケルティック・フェスティバルっていう、フェスティバルを学生と一緒に立ち上げたんですね。最初は本当にもう30人ぐらいで芸大のその、サークルの合宿の延長みたいな感じで寂しい感じだったんですけれど、2年3年4年ってだんだんやっぱ大きくなってって、最終的に一番それは3月の、平日ですね、平日に、代々木の参宮橋のオリンピックセンターというところで、3泊4日ぐらいで泊まり込みでやるんですよ。で午前中は楽器のワークショップクラスがあって、午後はダンスのグループのダンスのクラスがあって、夜はセッションとか、交流会とかダンスパーティーとかっていう感じでギチギチに3日間やるんですけど、でそういうことをやってるうちにだんだん増えてって、一番多い時で200人近く全国から集まって、でそしてそのうちに他の大学の学生がそれぞれみんな一匹狼で一人で来てたのが、自分たちの大学にもそのサークルを作りたいって言って、みんなあちこち東大とか早稲田とか慶応とか信州大学とかもいろいろブワーってサークルができるようになって、それで劇的に学生の数が増えたんですよね。アイリッシュミュージックとかダンスをやる。その周りで見て聞いてっていうのと、実際に踏み込んで体験してっていうのではまるっきり見えてる世界が違うんですよね。でそのアイリッシュミュージックって面白いなと思うところは、その楽器がどれだけ上手くても、そのチューンって呼ばれるそのダンスの一曲一曲は短いんですけど、その曲を覚えてないとセッションに入れないんですよね。だけど覚えてさえいれば、アイルランドの誰も知らない、セッションに単身で飛び込んでっても入っていって、そして最初はもちろん警戒されるんですけれど、だけどちょっと弾いて、こいつ弾けんなってどういうことだみたいなねなって、で終わる頃には明日もこっちであるんだけどとか、来週も同じ時間でここでやってんだけど来いよっていう風にいきなりガチャッと仲良くなれるんですよね。でそれって僕はそこまで英語は得意じゃないけど、この音楽によって言葉だけの時よりもはるかにそのコミュニティの中に入ってって、人と深くつながれる、仲良くなれるっていうのは、この音楽の最大の魅力だと思ってるんですけれど、ダンスに関してもそうだと思うんですけど、実際にやってみた人にしかそれがわからないっていうところなので、だからぜひそれを体験してほしいなと思いますし、その体験をするにあたってすごくなんていうかテクニカルな話になるんですけど、日本人ってその一応ね、小学校とか中学校とかでクラシック音楽を中心に勉強してて、楽譜を読んでみたいな教育を受けてっていう人が多いんですけれど、アイルランドの伝統音楽は楽譜を使わないじゃないですか。耳で覚えて体で覚えてて、ぜひその方法で飛び込んでほしいなと思うんですよね。そうやってもう楽譜一切使わずに、耳と体で覚えるっていう方法で、何曲もたくさん覚えた時に初めて見える景色が必ずある。そこからしか飛び込めない世界があると思っています。ぜひそちらに来ていただけたらなと思います。歓迎します。はい。